おはいえなし。先日の配信でファイナルファンタジー14初心者の質問に片っ端から答えたので共有します。早速本編どうぞ。スイッチ2版で申請版のみを買った時に行けるフィールドはフリートライアルの範囲で合ってますか？復帰予定のフレンドにどれを進めればいいのか迷っています。ちょっと長いですが回答します。まず1つ目の質問については認識合ってます。2つ目の質問はコンプリートパックとスターターパックどっち進めればいいかっていう話だと解釈してますが、どっちも買わずにフリートライアルで始めることをお勧めします。というのもコンプかスターターパックを買っちゃうとそこから約1ヶ月後に月額課金も始まっちゃうからです。フリートライアルであれば漆黒クリアまでは何ヶ月かかっても月額課金が不要です。一応動画投稿時点でコンプパックが 30% オフになってるので今のうちに買っときたくなる気もしますが、月額課金がしばらく無料になるフリトラ版の方が金銭的メリットが大きくなりがちなのと、どうせまたコンプパックのセール来ると思うんであまり気にしなくて OK です。ファイナルファンタジー14をやる予定なのですが、今セールでコンプリートパックが 30% オフなんですが、買った方がいいでしょうか？また買うならどちらの方がいいでしょうか？先ほどの回答の通りどうせすぐセールまた来るのでフリートライアル版をお勧めします。ちなみにコンプパックには通常版とコレクターズエディション版がありますが、後者は基本的にインゲームアイテムが報酬で、しかもゲームの進行を有利にするものではないので興味がなければ買わなくても大丈夫です。黄金が最後まで終わったんですが、白銀リリース時って有料で買えばいいんでしょうか？その認識で大丈夫です。私も今は黄金までパッケージを持っていて、で白銀がリリースされたら白銀専用のパッケージだけを購入してプレイする予定です。 PC 版が黄金より前のコンプリートパックの場合、スイッチのコンプリートを買ってスイッチで黄金新ジョブを開放した場合に PC でもそのジョブ使えますか？配信で使えないって答えちゃったんですが、使えるらしいです。レベルは上げられないとのこと。失礼しました。すでに14遊んでる方でスイッチ2版発売を機にスイッチ版のみでのプレイに切り替えた方、PC や PS5 での課金を切った方がいらっしゃいましたら質問です。スイッチ版のみで遊ぼうとした場合に有料リテイナーの追加は可能でしたか？友人が追加画面がないと困惑しているようで。すいません、これ私わかんないんですが、配信中に他の方からメインコマンドシステムメニュー公式ウェブサイトでロドストを開こうとすると QR コードが表示されるのでスマホで処理する形っぽいですという回答がありましたので、裏取り未採ですが共有します。補足訂正あればコメントお願いします。以前の PS4 のアカウントでスイッチ2と14を紐付けしてしまいました。解決方法はありますか？カスタマーサポートに問い合わせれば OK です。私も過去に紐付けを間違えて問い合わせたところ、今回は特別にという形で解除してもらった記憶があります。ロードストーンには解除できないと書かれていますが、悪意のある紐付けでなければ対応してくれるはずです。ちなみに自分で解除する方法はありません。スイッチ版買うとエモートスマホいじるが手に入るんですか？スイッチ2版を買うのではなく14のコンパニオンアプリを使うとトームストーンというエモートがもらえます。これがスマホいじる感じのエモートです。初めて14やろうと思うんですが、スイッチ2も PC もできるんですが、トライアルのスイッチからやろうと思ったのですが PC でやった方がいいですか？どっちでも大丈夫と言いたいところなんですが、 PC でできる環境があるんだったら PC 版をお勧めします。ロード時間が PC の方が短いからです。14は MMORPG なのでキーボードを使ってコミュニケーション取った方が面白くなるケースがあって、でスイッチ2も別途キーボード調達すればいいとはいえ PC だったらもうすでにキーボード備わってるでしょうし、出先で絶対やりたいという理由が特にないんだったら PC でいいと思います。全くの素人です。良い環境とは例えばどんな感じですか？ハード面のプレイ環境に関する質問と解釈して回答しますが、 PC であれば公式から示されている推奨動作環境を満たしていれば快適に動きます。14は要求スペックそんな高くないのでそれ満たせれば十分です。はじめまして、ほぼパチンコ依存の友達2人自分も含むとこの依存を抜け出すためスイッチで14が出ることを知り、この機会にやろうと思ってます。3人全員 MMO 初心者で始める上で気をつけることなどアドバイスありましたらよろしくお願いします。 MMO 初心者に対して言えることは一つだけで、コミュニケーションを取ろう。わからないことがあればチャットで意思表示さえすれば14のコミュニティは基本的に温かいので誰かが必ず教えてくれます。もちろん指摘されたらお礼返すとかも、それさえできてれば全部なんとかなります。この前も中国のソシャゲである名調プレイヤーから14始めたらソシャゲに課金する時間なくなってハッピーとか言われました。パチンコ依存から脱却できるといいですね。3人全員初心者で一斉に始められる環境は貴重なので思う存分楽しんでください。14初めてプレイするためにフリートライアルをダウンロード中です。平日1時間しかできませんが短時間でも楽しめるのでしょうか？楽しめます。というのもメインシナリオは1クエストあたり短いもので5分、長くても 2,30 分程度で終わるので1日1時間でもちまちま進められます。3年ぐらい前にメインストーリーのバトルが難しくなってきて休止したんですが、復帰しても大丈夫ですか？なお次のクエストは再びボイドへです。大丈夫です。確かにそのあたり若干メインストーリーのバトルが難しくなってるんですが、今って NPC と一緒にダンジョン行く時でも自分が死ぬたびに自動蘇生できる回数が増えるシステムが導入されているので、積むことはほとんどなくなってます。安心して復帰してください。昔11からの14発売日に購入して数ヶ月頑張ってプレイしてたのですが、もうダメだとプレイやめてしてしまってそのまま引退。でも今ちょうどスイッチ2も PS5 Pro もあるのでせっかくだしプレイしようかなって気になってるんですが、今は昔のような濃い雰囲気はあるのでしょうか？多分自分の中で思い出美化補正あって、あの濃い時間も
もう一度と思ってしまって、私も11経験者で1回申請を数日でやめた口なので気持ちはわかります。11は強制的に密なコミュニケーション取らないといけない環境だったので必然濃い経験ができましたが、14は良くも悪くも遊びやすいのでシステムに沿うだけだと11ほどの濃密な MMO 体験はしにくいと思います。ただ例えば自分でフリーカンパニー作ってギルド運営するとか、ディスコードで攻略コミュニティ作って運営するとか、何かユーザーイベントを企画するとか、能動的にアクションを取れば相応の濃い体験はできます。同じ濃さは得られるけど自分から動く必要があるっていう差はあると思います。オンラインゲームなんてやるまいと思っていた私がドラクエ10にハマって有料版買ってしばらく遊んでいました。ドラクエ10は 100% ソロでもストーリー楽しめて、エンドコンテンツはガチでなくても面白く遊べました。でも14は結構ハードル高そう。ドラクエ10みたいにマルチで人と絡めずに進めるんだったらストーリーは興味あるのでぜひやってみたいんですが、ドラクエ10未プレイなのでそことの比較では言えないんですが、メインクへ突っ走るだけだったらダンジョン攻略はコンテンツサポーターという NPC と一緒に攻略できるので他のプレイヤーとほぼ絡まずにストーリー楽しめます。エンドコンテンツもエンド言うてもマイルドなエンドコンテンツと難しいエンドコンテンツがあるので、マイルドな方で遊べば楽しめると思います。エオルゼアに入国したんですが、データセンターって日本のどれ選べばいいんですか？どれでも大丈夫です。日本のデータセンターはエレメンタル、ガイア、マナ、メテオの4つがあるんですが、近々実装されるリージョン内マッチングによってどのデータセンターだろうがほとんど手間をかけずに一緒にコンテンツプレイできるようになるからです。一応細かい話するとガイアとかマナは人口が多いので14のギルド的な機能であるフリーカンパニーとかが活発とか、メテオは人口がそこまで多くないから逆にハウジングの土地を得やすいとか、エレメンタルは英語話者の人が比較的多いとか、ちょっとした差はあるんですけど、私は気にしなくてもいい差だと思っています。ただ唯一間違いなく言えるのは、すでにフレンドがいるんだったらそのフレンドのワールドを選んでおいた方がいいです。2月に始めたのですが、政宗がいいと聞いたんですが、政宗ってうまいみたいな印象ですか？ワールドの政宗がいいっていう話は人生で初めて聞きました。ワールドごとにいい悪いという話はありません。思い当たるとすれば、その時期に政宗が優遇ワールドに指定されていて経験値ボーナスが入ったので進められたっていう可能性ぐらい。現在の優遇ワールドは14優遇ワールドでググってください。新規で始めようと思ってるんですが、動画や紹介記事だと文字が小さめのように見えます。会話や画面の表示の文字の大きさは変更できますか？コンフィグ画面で基本的に全部変えられます。8月4日の配信の1時間33分10秒あたりで実演しているので参考にしてください。最近家ラシララさんの動画を見て14に興味を持ち始めました。ちょうどアクションゲームで自キャラを着せ替えやキャラクリで自分好みにできるゲームを探してたんですが、14は合ってると思いますか？ちなみにストーリーはあんまり興味ないです。合ってると思います。特に着せ替え要素については現時点で世界有数のゲームにはなってると思いますが、さらに言うとこの前の公式の基調講演を聞いた感じ、着せ替えとかキャラクリ要素を強化していく方針だと私は解釈したので、質問者さんによりうってつけのゲームになると思います。14はストーリーの評判がいいんですけど、ストーリー全スキップしてるバトル勢とかもいるので、別にストーリースキップしても14楽しめます。竜騎士が難しいと聞いたんだけど、最初から使うのは避けた方がいいんでしょうか？またマルチプレイするときに大トロールにならないためにはどれぐらいレベルを上げてからマルチプレイすればいいんでしょうか？竜騎士が難しいという認識はないので、使いたいんだったら竜騎士でいいと思います。トロールって言葉を知ってるぐらいのリテラシーの人で難しいって感じるジョブないと思います。マルチの時に他人の迷惑にならないようにするにはどれだけのレベルを上げればいいのかっていう趣旨の質問と捉えましたが、レベルについてはレベルシンクで各ダンジョンの基準レベルまで下げられちゃうので上げても意味がありません。高難易度コンテンツでない限りは予習も不要で裸一貫で臨んで大丈夫です。新規で始めたいのですが、ソロが強いジョブでやった方が楽とかありますか？ソロが強かったり楽しいジョブはありますか？ソロが強いジョブっていうのはありません。強いて言うなら打たれ強くて自己回復能力に優れてるっていう理由で戦士が挙げられるかもですが、そもそも一部のコンテンツを除いて14はソロでプレイするのがメインストーリーぐらいしかないので、ソロ性能が輝く機会がほとんどありません。というわけでどれを選んでも楽しめます。1ヶ月ぐらい前にイナシララさんの動画を拝見し非課せになったものです。もう少しでナイトが100レベルになりそうで次にやるジョブを悩んでおります。おすすめなどはありますでしょうか？タンクが面白かったなら別のタンク、違う役回りをやってみたいならヒーラーや DPS がいいと思います。別のロールをやると遊びの幅が広がりますし、タンクに対する他のロールの気持ちが分かって回り回ってタンクも上手くなったりします。一方でタンクロールの別のジョブに手を出すメリットとしては大多数の装備を使い回せることが挙げられるんですけど、来年からは自分のジョブの最大のアイテムレベルの情報が他のジョブでも共用できるようになるらしいので、そこは気にしなくてよくなります。14やってみたい。ドラクエ10の魔物使いみたいな便利はお得みたいなジョブは紹介していた破術師でいいんですかね？また裁縫職人とか道具家事みたいなやりやすいギャザラクラス教えてほしいです。家ナス様、有識者様、何卒よろしくお願いします。ドラクエ10の魔術使いを知らないので何ともですが、1クラスのレベル上げで2ジョブ分のレベルが上がるという意味で破術師がちょっとだけお得なので、そういう意味では破術師おすすめです。ただ基本的に自分がやりたいジョブがあればそれ優先で大丈夫です。裁縫職人とか道具家事ということであれば資源を集めるギャザラクラスではなくて、資源を元に物を製作するクラフタークラスの話かなと解釈しましたが、このバトルジョブならこのクラフタークラスが丸とかが基本的にないのと、あとこんなこと言ったらなんですけど、クラフタークラスごとにプレイ感ほとんど変わんないので好きなやつ選んで大丈夫です。私も新生エオルゼアをしていた時は文句だったんですが、それ以降プレイしてなくてわかんないんですが、扱いやすいですか？いつ頃新生をプレイしていたかにもよりますが、今はどのジョブも相当扱いやすくなっているのと、来年1月に全ジョブスキル回しが一新されるので扱いやすさで選ぶ
必要はありません。自分が気になるジョブを触ってください。タンク4ジョブがどれも好きでまんべんなくレベル上げてます。そこで個人の意見で結構ですので、もし来てくれたら嬉しいタンクジョブ1位から4位があれば教えていただけたら嬉しいです。順位はありません。各ジョブに配慮してるんじゃなくて本当にありません。というのも高難易度コンテンツとかだと、このコンテンツは物理攻撃が多いので物理軽減枚数が少なくないタンクが相方であってほしいとかあったりするんですけど、それは高難易度に限った話ですし、しかもコンテンツによって好かれるジョブ変わるので気にしなくて OK です。青魔同士の使いどこってフェイトですか？フェイトと不定期開催のもぐもぐコレクションのような過去コンテンツの高速周回が行われがちなイベント、あとは地図なんかも一定 G 以下の地図であれば青魔が便利らしいです。レベルだけ高いパーティー初心者は低レベルダンジョンで何回も練習しても悪目立ちしませんか？2つお伝えしたいことがあって、まず1つは悪目立ちしようがありません。というのもダンジョンごとに基準レベルが設けられていて、そのレベル以上で突入しても基準レベル近くまで下げられるので、他のプレイヤーから見た時にこいつレベルだけ高いじゃんって思われる機会がないからです。で、もう1つは質問者さんは低レベルダンジョンの方が簡単という前提で話してると思いますが、極とか霊式とかでないノーマルコンテンツだったら難易度差はほぼないので、そもそも狙いとしてるコンテンツに対して低レベルのダンジョンが練習になるのかは微妙です。なので狙ってるダンジョンがあるんだったら最初からそこに行ってもいいんじゃないかなと思いました。メインゲームが他にあるのでエオルゼや小旅行気分でメインストーリーやサブクエ周りを中心にのんびりライトでスイッチ版で遊ぶつもりです。ドラ天民でもあるので NPC と気軽にダンジョンに行くのでいいかなと考えてるんですが、やっぱり早めに他プレイヤーとのオートマッチングに慣れておく方がいいのでしょうか？小旅行気分でストーリーやサブクエ中心にのんびり遊ぶんだったらずっと NPC とマッチングしていく形式で問題なくて、無理して他のプレイヤーとのマッチングに慣れる必要はありません。ただ NPC って火力低いので他のプレイヤーと一緒に行った方がダンジョンの攻略時間がおそらく10分近く早く攻略できるっていう差はあるんですけど、ほんとそれぐらいです。いつも配信ありがとうございます。私はエレメンタル DC 民なんですが、10月にリージョン内マッチングが運用される際にエレメンタル DC 民とはちょっとみたいな空気あるんですか？基調講演でリージョン内マッチングが発表された時、配信のコメントにそういう趣旨のコメントがあったので、あるかないかで言えばあるんですが、全体の1万分の1にも満たないと思うんで無視で大丈夫です。スイッチ2版発表の時もスイッチキッズがなだれ込んでくるとかいう人はいました。ネットはネガティブな発信をしている人が往々にして目立つだけなので気にしなくて大丈夫です。パーティー募集の時に記載する文章は何かルールなどがあるんでしょうか？まず高難易度コンテンツのパーティー募集でない限りは自由に書いてもらって大丈夫です。ただ高難易度については暗黙的な構文がたくさんあって、ちょっとここでは説明しきれないので、14パーティー募集書き方とかでググってください。本当はその解説動画作ってるんですがまだ完成しておらず、チャンネル登録の上ぜひお待ちください。求められるレベルが今までやってきた MMO と団地で高くて給料出ない仕事感があります。本当にここまでしなければならないのでしょうか？この質問者はスキルが余らせるのを許してくれない人がいるとか、苦手じゃないやれと言ってくる人がいるとのことでした。もちろん高い火力が求められる最高難易度のコンテンツとかで自分の火力が足りてないとかであれば話は別なんですけど、99.9% のコンテンツではスキルを使い切ることだったり苦手なものの克服が必須とはなりません。なのでその強度で言ってくる相手側に問題があると思います。必要以上に自分に高いハードルを課す必要はありません。ちなみに私は初の高難易度がパンデモニウム変国変霊式っていうコンテンツで車同士で行ったんですが、当時他の人が見たら目つぶれるレベルのひどいスキル回しでした。火力もゴミカスです。ただ私としては下手でもいいんだとは思っていませんでしたが、練習中なんだからしょうがないじゃんっていう開き直り方をしていました。私のスタンスが正しいというつもりは全くありませんが、そういう人もいますという事例だけ共有しておきます。累計プレイ6日でイッシュガルドに入りました。タンクを楽しんでます。若葉として用意した方がいい定型文を教えてほしいです。または動画があればそちらを見ます。あと自分学者で低レベルルーレットに行った時にタンクが3グループまとめる方がいて、ヒールがギリギリでタンクを落としてしまって DPS の方から苦言を言われたんですが、そういう時の定型文を教えてほしいです。よろしくお願いします。タンク練習中ですとかが保険打つ文言として便利でおすすめです。まとめトラブルの方ですが、まずそういう機会に遭遇するのが稀なので定型文にはしなくていいと思います。で、自分だったら同じケースになった時に何を言うかというと、自分がその時思ったことを言うと思います。本当は3グループのまとめにも耐えられるようヒール頑張りたかったんだけど、ごめんタンク落としちゃった、もう一回挑戦させてって思うんだったらそう言えばいいし、きついからまとめないでほしいと思うんだったらそう言います。どっちもおかしい話ではありません。戦闘コンテンツをストーリーでしかやってないんですが、高難易度に挑戦しようと思っています。どの難易度から始めていけばよろしいでしょうか？極から始めるのがいいと思います。高難易度は優しい順に極、霊式、絶で、極が一番マイルドです。過去コンテンツの極だと人が集まらなかったりするので、最新の極をプレイするのがおすすめです。ちなみに極が怖ければノーマルより難しくて極より優しいアドバンスドバリアントダンジョン昇格物語っていうのがあるので、これもおすすめです。こんにちは。14に興味を持って新規で始めるんですが、高難易度コンテンツに挑戦するにあたって序盤のうちからやらなきゃいけない事前コンテンツってありますか？質問の意図としてはそのコンテンツに参加するための前準備装備やアクセサリーの話です。何もありません。メインストーリーを進めるうちは脇目も振らずメインだけやれば大丈夫です。で、高難易度やろうって思った時にパッと装備を集められます。手段としては2つあって、1つはマーケットボードで必要な装備を買うこと、安く買えます。もう1つはキーワードだけ覚えてもらえれば十分ですが、アラガントームストーンホニャララっていうアイテムを集めれば、それを交換することでも超強い装備が手に入ります。このアイテムも思い立ってからパッと集められるので繰り返しですが、事前に序盤からやっとかないとって話は帰
タイムです。初歩的な質問ですいません。高難易度クエストをクリアする必要性は何なのでしょうか？高難易度クエストをクリアしないとストーリーを進められないとかでしょうか？必要性はゼロです。高難易度をクリアしないとストーリーが進められないということは一切ありません。得られるのはマウントや称号ぐらいです。最近のデータでは高難易度をクリアしてる人は全プレイヤーの 14% から 20% 程度なので、やるのが普通っていうのも全くありません。ヒラニをメインジョブにしてるものです。極コンテンツに挑む予定なんですが、木人割が必須と聞きました。理想の達成時間などあるのでしょうか？理想の達成時間はありません。前提として木人割は運営に強制されてるわけではなくて、倒せれば極に挑むだけの DPS はあるという確認でしかないためです。ソシャゲのように何秒残しで S 評価というのは一切なく、倒せるか倒せないかだけで判断すれば大丈夫です。極や霊式などの高難易度ボスは初めからやってどれぐらいのプレイ時間で挑めるようになるのですか？人が集まる最新の極や霊式に挑むんだったらメインストーリーを完走してからになるので150から200時間ぐらいはかかってしまうかも。友達と一緒に過去コンテンツの極へ行けるのであれば20から40時間ぐらいの早い段階から挑めます。初見です。1ヶ月前から始めた若葉です。現在イシュガルト進行中で今度極に行くことになりました。初見で死んでも大丈夫と言ってはいただいてますが、それでもこれは気をつけた方がいいこととかありますか？ジョブはシルマです。初心者用の動画でとても参考になってます。本当に何もありません。初見で死んでも大丈夫と言ってもらえてるんだったら大丈夫なので、裸一貫で言って思う存分死んでください。エアフェイトや S モブなどシャウトで流れてくる時がありますが、あれは何ですか？漆黒フィールドのものも流れてくる時があって、興味から一度は参加してみたいなと思うんですが、そもそも何をするものなのか分かっていない若葉がソロで参加していいものなんでしょうか？私はレアフェイトやリスキーモブもやったことがないんで分かんないんですが、視聴者曰くシャウトが流れたらパーティー募集欄を見て該当する募集に入るか、シャウトが示す座標の現地に行ってノーとか手挙げてパーティーに拾ってもらう方法があるそうです。シャウトでは開始時間が表記されてますが、これはいつみんなで一斉に殴り始めるかの情報です。エオルゼア時間、リアル時間、フェイト残り時間とか基準が色々なんで、どれかわからなくなったらパーティーの人に聞きましょう。同じ会社の11との違いは何かありますか？同じ MMORPG で同じ FF というくくりではありますが、別ゲーだと思ってください。こういう観点での違いが知りたいとかっていう形で聞いてもらえれば具体的にお答えできます。エヴァコラボも気になってるんですが、コラボで手に入るものや戦える的などコラボに関係しているものは基本コラボ期間中にしか入手できないのでしょうか？でしたらコラボまでにどこまで進んでいるべきなんでしょうか？エヴァコラボに限って言えば、その時の最新のレベルまで到達すれば期限なしで遊べるはずです。というのもエヴァコラボはアライアンスレイドっていうコンテンツの一環として実装されるんですが、アライアンスレイドは常設コンテンツだからです。それ以外にも妖怪ウォッチとか16のコラボとか色々あるんですが、そういうのは基本的にいわゆるコラボ期間中でないと体験できなかったり報酬獲得できません。フレンドゼロです。どうやったら可愛いフレンドできますか？私もフレンドいないんで助言しづらいんですが、MMO でフレンド作るのに必要なのは積極性だと思います。可愛いっていうのがアバターの見た目を指してるんだったら相手のアバターを見て判断してもらって、で、性格的な可愛さを指してるんだったらチャットして判断してください。リアルのことを指してるんだったらオフ会とか参加してください。積極性ってどこでダウンロードできますか？この配信で質問してる時点で積極性がある方だと思いますし、私は積極性が悪い方向に傾きがちなので、もっとコミュ力ある人に聞いた方がいいと思います。ただその前提で私の意見を話すんだったら、積極性を出さなきゃいけない環境に追い込まれることが大事だと思っています。で、成功なり失敗なりするんですけど、いずれにせよその体験があれば次から行動のハードルが劇的に下がります。その積み重ねが積極性だと思っています。赤間同士の次に好きなジョブは何ですか？あんま思い浮かばないんですが、あえてあげるんだったら自己完結能力が高い戦士かも。もともとは黒魔同士だったんですが、ちょっと癖が取れすぎちゃって、エボルブモードに期待しています。14ばっかりやってしまって寝る時間がありません。ゲームばかりのダメ人間になってしまわないためにはどうしたらいいんでしょうか？アラフォー家庭持ちなので切実です。私や視聴者のコメントに頼らず病院に行くのがおすすめです。精神科とか心療内科で今だと依存症外来とかネットゲーム依存外来なんてのもあるらしいです。白銀の新ジョブは何だと思いますか？少なくとも鳥使い、ファルコナーではないと思っています。運営はいつもああいうミスリードやるので。で、私はパペット使いだと予想しています。セブンコラボつながりでケットシー、あと最新 ID の3ボスがパペット使いだった。あとはカリクス君がああいういでたちになってて要素が散りばめられてるからです。主釣りの進捗いかがですか？進捗管理やめてください。こんな感じで初心者の立ち上がりをサポートするため不定期に生配信で質問に答えています。質問の際は事前に私のスタートアップ動画見ろとか過去の QA 見てから質問しろとか野暮なこと言わないから気軽に聞いてください。今後もファイナルファンタジー14の役立つ情報をバンバン発信していくのでよろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつゆなし。